こんにちは、ハルトです。ナイニナートリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。具体と抽象。世界が変わって地に得る時空の仕組みは、シーコ公式によって執筆された一冊で、時系と認識に関する深い洞察を提供します。本書は、私たちが世界をどのように理解し、解釈するかを探求し、具体的な磁力と抽象的な概念をつなげることの重要性を論じています。現代社会において情報過多等や複雑化が進む中、どのように情報を整理し意味を見出すことができるのか、そうした疑問に答えるための文字を示してくれるのが本書です。読者はこの本を通し、身近な磁力を通して抽象概念を理解する方法を学び、知的な成長や洞察を得ることができます。特にビジネスや学術、日常生活における応用が期待できる内容になっています。梶講師は具体と抽象のバランスが個人の思考や社会との関わり方にどれほど影響を与えるのかを明示し、知性とは何かを再考させてくれます。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、具体と抽象の定義と意義。具体と抽象の概念は思考の柔軟性や理解の欠かさを形する重要な枠組みです。具体とは出力や経験に演座したものであり、多くの場合は視覚的または物理的に認識しやすいものを指します。一方、抽象はそこから得られるパターンや法則、理念を意味し、具体的な磁力を集約した結果として現れる概念です。これらの概念は単に反対のものではなく、相互に不反し合うものであり、効果的な思考と理解には両者のバランスが必要です。本書では具体と抽象の関係がどのようにして複雑な問題を解決する上で革新的な役割を果たすかが述べられています。具体的な磁力から学ぶことで抽象的な原則を理解する力を養い、それを応用することで新たな視点を獲得することができます。これにより個人だけでなく組織やコミュニティでもより良い意思決定が可能になります。次に、具体と抽象を結びつける方法論。具体的な磁力と抽象的な概念をどのようにして有効に結びつけるかは本書の軸話となるテーマの一つです。聖子氏はこれを実現するための思考プロセスや実務的な方法を小図しており、読者が自身の知識と経験を統合する手助けをしています。具体と抽象を結びつけることにより、新しい洞察を生み出すためのフレームワークが提供され、それは例えば問題解決や計画の立案、クリエイティブな活動に応用できます。具体的には、まず具体的な磁力をしっかりと観察、分析し、その中から共通するパターンや得意な特性を見出します。その上で、それらを抽象化することで、より普遍的なルールや原則を導くというステップを語ることが推奨されています。これによって個別の磁力を超えた理解にたどり着くことが可能になります。さらに、知性の仕組みとその発展、知性とは何か、そしてそれがどのようにして発展するのかというテーマも本書では深く探求されています。梶子氏は具体と抽象の適切な活用が知性の高まりをもたらすとしています。知性の根本には情報を単なるデータの積極として捉えるのではなく、そこから新たな価値を創出する能力があると説かれています。本書で示される知行の発展のステージでは、具体的な情報を抽象化する習慣を身につけることが強調されています。このプロセスによって私たちは新たな問題状況にも適応し、さらには予測や創造的な発想が促進されるとされています。また、知性を発展させるには単に書籍を読むだけでなく、私生活での経験や他者との対話を通じた実験的な学びが鍵であるとも述べています。そして思考の柔軟性と創造性の強化、具体と抽象のバランスを取ることは思考の柔軟性と創造性を高めるかとなります。本書では具体的な体験から抽象的な概念を引き出し、さらにそれを現実に応用するプロセスが強調されています。この過程を通じて、私たちは単なる情報の受け手ではなく、積極的な情報の創造者へと変わることができます。柔軟な思考力は予期せぬ問題や
新たな課題に対応する上で不可欠であり、クリエイティブな解決策を見出すためにも重要です。また、創造性は具体的な磁力から新しい発想を得る過程で発揮されます。抽象的な視点を持つことで、従来の考え方から離れ、新たなアイデアや解決策を生み出すことが可能になるのです。このようなスキルは特にビジネスや芸術の分野での成功に寄与します。最後に、現代社会における知性の応用。現代社会は情報化が進み、私たちが日々接する情報量は莫大です。その中で知性の応用力が求められます。本書は知性をどのようにして現代の複雑な状況の中で用いるかについて具体的な磁力を教えながら説明しています。情報が氾濫する中で具体と抽象を使いこなすことは、情報を整理し重要な部分を見極め適切な決断を下さす力を養うことにつながります。例えばビジネスにおいてはデータ分析や市場トレンドの理解に、学術研究では理論の応用に、そして日常生活では複雑な問題の解決に役立ちます。また、知性を社会的な文脈で用いることにより、コミュニケーション能力やリーダーシップの向上にも寄与します。知恵をより効果的に活用することで、私たちは多様な状況に前向きに対応できるようになります。結論として、この本は、知性の仕組みを深く理解したい人や、より効果的に情報を処理し、活用したいと考えている人に最適です。具体と抽象のバランスを探ることは、思考の柔軟性を高め、創造性を定まう大きな助けとなります。特に、ビジネスパーソンや教育者、研究者たちが読むことで、実務に資した応用方法を学び、さらなる成果を上げるきっかけになるでしょう。また、日常生活においても問題解決力や新しい視点を得るのに役立つ知識が満載です。現代では情報が次々と押し寄せ、正しい情報の混ぜめやそれを寄与にした意思決定の重要性が増しています。本書を読むことで自分の考え方を豊かにし、複雑な状況における判断力を磨くことができるでしょう。知性をより一層豊かにするためのヒントやツールが減っている本書は、読者自身の生活やシギジトに有用な変化をもたらす手助けをしてくれるでしょう。したがって本書は広範囲な読者にとって価値ある一冊となり得ます。ご支援いただける場合は、一冊国ね、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。どごの感想をぜひお聞かせください。それではまた。